こんにちは、りめいです。今年も桜の季節になったので、東京の桜の様子をお届けします。まず最初に行ったのは、北区にある飛鳥山公園です。飛鳥山公園は小さな山というか丘の上にある公園なので、結構階段を登らないといけないんですよね。なので簡易的なモノレールがあるんですが、行列ができていました。私は階段を使って5分くらいで登れましたが、スニーカーなどの歩きやすい靴で来た方がいいと思います。飛鳥山公園はもともと江戸時代に8代目の将軍徳川吉宗が庶民のためのお花見の場所を作ろうということで、1000本を超える桜を植えて作った公園でした。その後、徳川家の統治が終わりを迎え、明治時代になると実業家で徳川家最後の将軍の慶喜に仕えた渋沢栄一がこの公園に邸宅を構えました。現在は邸宅は残っていませんが、渋沢栄一の資料館などがあります。飛鳥山公園の桜はすごく綺麗だったんですが、お花見をしている人が多すぎて、とにかく人だらけって感じで疲れ果てたので、桜だけ見てすぐ退散しちゃいました。次は神田川に来ました。ここは神田川の中でも新宿に近い場所で、桜が川沿いにたくさん植えられているので、毎年たくさんの人が桜を見に来ます。この川沿いの家に住んでいる人は家からお花見ができるので、すごく羨ましいです。残念ながらこの日はまだ満開ではなかったので、近くで見るとつぼみの状態の木もたくさんあったんですけど、何本も桜の木が並んでいるので、全体で見るとすごく綺麗でした。川のそばに近くの公園からつながっている歩道橋があったので、上から撮ってみました。上から見るともっと奥の方までずっと桜の木が続いているのが見えて、ドラマとか映画に出てきそうな場所だなと思いました。この日は上野公園に来ました。この前の動画で上野を紹介したばかりなんですが、上野公園は桜の名所としても有名なので、また来ちゃいました。上野公園の中の様子はこの動画で紹介しているので、よかったら見てください。上野公園はさすが桜の名所というだけあって、たくさんの人が来ていました。それでも公園自体が広いので、飛鳥山公園よりは移動しやすかったです。公園内の噴水広場では桜フェスというイベントがやっていて、いろいろなフードトラックが出ていました。日本の各都道府県の名物料理を売っているお店が多かったんですが、私は今回全然関係ない小籠包とナチョスを買いました。今回食べた小籠包が意外に美味しかったです。スープも美味しいし、皮がもちもちしていて、一口サイズなのに結構満足感がありました。ナチョスの方は買った時は良かったんですけど、風で冷めちゃって美味しさが半減しちゃいました。食べ終わったので、次は桜通りに向かいます。桜通りはさっきのフードフェスをやっていた噴水広場から公園の西側にある不忍池方面に向かう間にある通りです。桜通りは桜並木がずっと続くので、一箇所に人が集まることもなくて進みやすかったです。
たくさんの人が桜の下で写真を撮っていました。そしてここが上野の動画で紹介した清水観音堂を松の輪の反対側から見た様子です。桜とお堂が和風な雰囲気ですごく絵になっていました。そしてこの反対側にあるのが弁天堂です。人がたくさんいすぎてこの前とは全く違う雰囲気です。もう少し暗くなったら不忍池の方の桜を見に行きたいと思います。不忍池にある蓮見展望台には綺麗な風車が展示してありました。風が吹くと一斉に風車が回転するのでとても綺麗でした。風車をこの向きで撮ると奥にある桜並木が映ってすごくいい感じの絵になりました。暗くなってきたのでライトアップされた桜を見に来ました。ここはさっき風車の奥に見えた桜並木で不忍池の間にあります。この前来た時は全然桜が咲いていなかったんですが、今回はすごく綺麗だったので桜の時期に来れてよかったです。奥に見えるオレンジ色にライトアップされているのがフグ塚などの不思議な石碑があった弁天堂です。ライトアップされた桜と弁天堂がすごく綺麗でした。弁天堂にあった屋台は焼きそばやフランクフルトなどお祭りの定番の食べ物が売っていてすごくいい匂いがしたんですが、そこは食べずに通過しました。参道を抜けると骨董市がやっていました。結構いろいろなものが売っていて、昔の雑誌や置物などたくさんのものが売っていました。取り忘れたんですが、昔の着物も売っていました。桜通りに戻ると、さっきはついていなかった明かりが灯っていました。千と千尋の神隠しのような雰囲気があって幻想的でした。今日の動画では今年の日本の桜の様子を紹介しました。毎年桜が咲く時期は雨が多いシーズンでもあるので、満開の時期に雨が降ってしまったり、強風で桜がほとんど散ってしまったりして、お花見の計画も難しいです。今年も雨が多かったんですが、たまたま晴れている日に桜を見に行けました。また来年の桜も楽しみです。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。